こんにちは、加藤です。お待たせしました。ようやく曲面編に、移りたいと思います。これまで、平面編ということで、立方体を例にとって、モチーフの置かれている台を例にとってお話ししてきましたが、今日は曲面ということで、円柱それから球などの、表面が平らじゃないものについてお話ししていきたいと思います。まず例として円柱みたいなものを言ってみましょうか。よくある円柱形態、このアレンジとしてコーヒーカップとか筒状のもの、瓶とか、いろんなものがありますけど、こういった円柱形のものを描く時のタッチの向きですねをどんな風に描いていいのか、タッチの向きをどんな風に使っていいのかって悩まれる方多いと思うので、その辺について解説していきます。これまでこの円柱の描き方とか球体の描き方っていう動画を別に上げているんですけれども、それのおさらいも兼ねてですね、今日はタッチに特化してお話していきます。まず前回の平面編で言ったように、例えばですね、こういう垂直に切り立つもの、立っているテーブル台の水平な台に対して垂直に立っているので、このように垂直なタッチを強調するといいんではないでしょうか。で、右上からの光を想定した場合に、例えばこっちの右サイドは明るく、そして光と影の境目のこの辺りがより暗く、で最後に左サイドは少し反射光とか逆光と言われる裏側から光が入るのでちょっと明るくなるというわけで、縦のタッチを入れつつも少しこうグラデーションですね、明るさが徐々にこう暗くなってきて、で最後暗い中の明るさというかね、この辺少し明るくなる感じで、こんな風にタッチを入れるっていうのは一つの方法です。もうちょっと強く入れてみましょうか。この辺が濃く見えるように、こんな感じで。はい、で次にですね、今度はこの丸み、ぐるっと一周回る楕円、斜め上から見下ろしてるせいで楕円なんですけど、このね楕円の面の向きに沿ってタッチを入れるというのも有効です。ただこう書きにくいので向きをちょっと変えてみますね。例えばこんな風に、はい、こんな風にですね、丸みのこの曲面に沿ってタッチをこんな風に入れていく、こんな風に入れていく、この暗い方から明るい方にかけては若干こう筆圧を最後抜きながら強く書き始めて、最後弱く終わるように筆圧をこうスッと抜きながら書いています。逆にこの一番暗いこの帯、バンドの部分ですね、ここは筆圧が強くなるように、弱い筆圧から急激にこう強い筆圧になるようにして書いてみます。どうでしょう。こんな感じで、はい、元に戻してみますね。どうですか。少しこう丸みが感じられるようになったでしょうか。同じように明るい側もこれは筆圧を弱めに、もしくは、今これ 6B 使ってるんですけど、例えば H とかですね、 H とかのこう硬い鉛筆に持ち替えて明るい側を同じように円弧に沿って、丸みに沿ってこんな風に書いてあげる。硬い鉛筆なので色はあまり強く濃く出ません。で、はい、ちょっと見えますかね。はい、これが H で書いた曲線ですね。こっち側が 6B で書いた曲線。同じ作業をしてるんですけれども、濃さに明快な差が出ます。で例えばその中間のこの辺はちょっと 2B 使ってみましょうか。2B を柔らかく持ってこんな風に、はい、ちょっと丁寧に間隔が、隙間が空きすぎないように丁寧に書いてみます。はい、こんな感じで。
はい、どうでしょうか。こんな風にしてですね、円柱形態を描くときに垂直のこう方向性だったり、もしくはこの円弧に沿った丸みに沿ったこういう風なタッチ方向性だったりで、縦とこう横ですね、クロスするようにタッチを重ねて、丸みを表現する場合があります。で、この2つの方向で描いた円柱なんですけれども、それ以外にですね、例えば少しこう斜め角度を変えたこんなタッチ、ちょっと見えにくいですね。一旦ガーゼで撫でてみます。この影側だけですね。影側ちょっとさっと撫でて、はい、こんな感じで、ちょっとね違う角度、例えばこんな感じ、少しずらした角度ですね。ちょっと向き変えて描いてみますね。こんな感じ、円弧というか丸みには沿っているんですが、角度を少し変えています。角度を変えています。斜めに横断するような角度ですね。45度とまではいかないけど、ちょっと角度を変えてみました。こんな風に3種類目の角度加えてみました。もしくは、逆にこんな角度、右上から左下に向けてこんな角度、丸みを帯びたタッチなのでの集積なので、今手首のこの手首を支点にしたカーブを利用して描いてみました。こんな感じでどうでしょう。ちょっと形を整えますね。余計なところを消して形を整えてみます。はい、入ってるかな。はい、こんな感じで、こんな感じでどうでしょう。で実際はこれ底の部分は左下に影できてるんですけれども、この辺りにねこう床に映る影が実際はねこう見えてくると思うんですけど、軽く書き入れておきますね。この台を描く時の角度については別動画で詳しく解説しているので、そちらを参照してください。であと接地面、せっかくなのでちょっと形をね整えておきましょう。際をねちょっと丁寧に決めておきます。はい、ざっとですけれどもこんな感じ。ちょっと丸みが足りなかったかな。少し修正します。もうちょっと丸みを強めに、上の楕円に比べて下の楕円がね少し丸みが強く見えるように上と下比べながらちょっと修正しておきます。はい、とりあえずこんな感じでどうでしょう。はい、ここまで簡単にですけれども円柱を描く時のタッチの向き、縦と斜め横ですね。斜め横っていうのも、この円弧に沿ったハッチング、それから左上から右下に向けての、ちょっと角度を変えたハッチング、それからその逆向きですね。なので123、4種類のハッチングを重ねて、この線の集積をねハッチングと言います。線を集めてこう束にして描くのをねハッチングと言いますけれども、4種類のハッチングを重ねて描いてみました。で、皆さんどうですか。こうやって見た時にパッと見このグラデーションが綺麗にできていれば、このタッチの向きというかハッチングの向きってあんまりこう見えすぎない方が自然な感じに見えてくるんですよね。この辺ちょっと強くしておきますね。はい、どうでしょう。例えばこの辺とか、線を一生懸命描いてるんですけれども、ちょっと離してみた時にあまり見えないくらい、こんな淡い感じで
よく見ると方向性は感じるんだけれども、よく目を凝らさないとはっきり見えないっていうくらい、タッチはねあまり主張しすぎないように調整しています。絵ってタッチを見せるのが目的ではなくて、タッチはあくまでも補助的な役割というか、丸みを感じさせるのに役立つタッチは利用するっていう、タッチの役割というか位置づけっていうのはそんなもんだと思うんですね。なので結構そのね、どっち向きのタッチがとかって悩む方っていうのは先生に言われてっていうのが多いと思うんですが、面の向きに沿ったタッチを入れなさいって言われて、正直にこうずっと書き続けるんですね。明るいところも暗いところも一本調子でずっとタッチを縦だったり横だったりって書き続けて、で出来上がったのを見てみると、なんか妙にこう筋が目立ちすぎていて、なんかこう滑らかな円柱なんだけれども、なんかその滑らかさというよりも網で編んだような、そんな風な仕上がりになってたりすることがよくあります。そういった場合は目的と手段っていうのをしっかりと区別して考えるようにしましょう。今日はですね、円柱を例にして、タッチをどういうふうに生かすのか、そしてタッチの、面の向きの種類ですねについてお話をしました。今日の動画は以上で終わりになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。